皆さんこんにちは。Japanese Podcast with Hana へお越しくださりありがとうございます。このポッドキャストは日本語を勉強中の方へ向けたポッドキャストで、日本の文化やニュース、また私の個人的な体験だったり経験など様々なことを日本語でお送りしています。皆さん元気にお過ごしでしょうか？今回のテーマは習慣です。私はちょっと前にAtomic Habits という本を読みました。これは、英語のタイトルで、Atomic Habits って言うんですけど、日本語版のタイトルは、複利で伸びる一つの習慣です。私はこの本を読んでやっぱり習慣って本当に最強というかとっても大切なことだなと感じました。日本語を学ぶにも何かやりたいことがある時でもやっぱり習慣化することがとても大事だと思います。そしてその習慣化することでやりたいこととかそのゴールに早くたどり着ける気がします。そして最近は多くの本とか YouTube の動画でもどうやっていい習慣を身につけるかとか、どのようにして悪い習慣を断ち切るかなどいろいろあると思います。なので今回は私が何をどうやって習慣にしているかをお話しできればと思います。Atomic Habits という本の中で私にとっても響いた言葉があって、それは You are what you repeat というフレーズです。私はこの本を英語で読んだので、日本語ではどう訳されているか正直わからないんですけど、そのあなたはあなたが今まで繰り返してきたことでできたものという意味です。簡単で当たり前だけど、今まであまり意識していなかった気がするので、私にはこの言葉がとても響きました。なのでその時にこれからはちゃんといい習慣を身につけて悪い習慣を断ち切ろうと思いました。私が習慣にしていることが2つあるんですけど、1つ目はジムに行くことです。運動とかはもともと好きというか苦ではないので、もうジムに行きたくない、もう何もしたくない、でもした方がいいよなみたいなそういう感じではなかったです。ジムにはどちらかというと行きたいという感じでした。でももちろんその家でダラダラしているだけで健康も保たれます、筋肉も減りはしませんみたいな感じだったらもちろんジムには行ってないと思うんですけど、人間なので体を動かさないと健康にもならないし筋力もどんどん衰えていきますよね。なので私は体を動かすのがそんなに苦ではない好きなのと、自分の理想の体になりたかったので、ジムに行くことにしました。そして私はジムは絶対に朝に行きます。なぜなら夜に行こうとすると私はそんなに意志とかが強い方ではないので、夜だといろんなお仕事とかいろいろしてきて、もう疲れたから明日でいいやとか、今日は他のこと頑張ったからジムぐらいちょっとぐらいサボってもいいよねとか、すぐそういう言い訳を探してしまいます。なのでそんな言い訳を思いつかないとか言い訳ができない朝に行きます。そして私はその朝の方が時間があるので朝に行くようにしています。そして毎日行くわけではなくて週に3回とか4回とかそのぐらい行くようにしています。私が行ってるジムはそんなに遠くないので歩いて行くか自転車で行っています。なのでその1週間の天気予報とかを見て晴れの日に行くようにします。行くかは前日に決めます。そしてジム用の服とかをもう夜の間寝る前に取り出しておいて、朝絶対に目がつくところに置いておきます。そうすることでその朝起きた時にジムの服が見えるじゃないですか。なのでそうだ、ジムに行かないと、ジムに行こうと思ってジムに行きます。こんな感じで本当にちょっとしたことなんですけど、自分がサボらないようにちゃんと意識を持っていくというんですかね。こういう風にしてジムに行くように習慣をつけています。そしてもう今はそんなに意識しなくても運動すればその後絶対自分の気分もすっきりするし、ジムに行った後はやる気も出るし、一つ達成感があるので
2日連続で行ってなかったら明日は絶対に行こうとかっていう感じにバランスよくできているかなと思います。そしてもう一つ習慣にしていることは語学の勉強です。やっぱり大人になるにつれて勉強に割ける時間って減っていくと思うので、それを毎日続けられるかはその習慣化できるかどうかにかかっているなと思います。私はその語学の勉強はシンプルに好きだからやるっていう感じなんですけど、もちろんそのいいことばかりじゃないですよね。勉強を始めた最初の数ヶ月とか難しい言語だったらもう半年とか全然わからないことがたくさんあるので、もちろん嫌になる時とかもあるんですけど、私はその1分でいいからその学んでいる言語を聞いたり単語を覚えたりっていうのを意識してやっています。本当に忙しい時だったり疲れている時はとりあえずデュオリンゴのレッスンだけやるみたいな感じでしています。今は韓国語を勉強中です。なのでインスタとか YouTube とかで韓国人のインフルエンサーとか YouTuber をフォローして自然と韓国語が目に入るようにしています。あとは韓国ドラマをよく見ています。正直に言うとこれは好きだからやっているっていうので、あまりその習慣化をどうやってしてるかっていうところには役に立つ情報ではないかもしれないんですけど、時間があればそのカンドラを見てちょっとリスニングしたりしています。見たり聞いたりするときは音に結構集中して見るようにしています。単語を勉強すればするほどその聞き取れる音がどんどん増えていく感じがとっても楽しいです。そして私はその K-POP のアイドルとかが結構好きだったり、韓国ドラマの俳優さんとか女優さんも好きだったりするので、もうシンプルにその言語が聞き取れるってだけで楽しいので、それがモチベになってずっと続けることができています。あと習慣化のマインドで大切なものとして、ローマは一日にしてならずだと思います。Rome was not built in a day っていう誰でも聞いたことがある言葉だと思うんですけど、その大きなことは決してその短期間短い間では完成できなかったり、短い間では達成できない。なのでどんなことでも少しずつ時間をかけて長い間いろんな努力とか継続とか積み重ねていくことによって達成できるということです。なのでどんな習慣でも1日だけやるとか1週間だけで変わったり身についたりするものではないと思います。その無意識のうちにできるようになるには何ヶ月とかそのような時間をかけてようやく身についてくるものだと思います。日本語の勉強も一緒で、ほとんどの人にとったら日本語ってとっても難しい言語だと思います。なので数ヶ月勉強してわからないのはもう全然当たり前だと思います。私も英語を勉強するときはもう本当にもう何年経っても全然わからないっていう状態がずっと続いてたんですけど、それでもずっと毎日ちょっとずつ勉強してってようやく話せるようになった、ようやくわかるようになったっていう感じなので、毎日ちょっとずつ勉強していけば必ず聞き取れるようになる日が来るし、自分の口から日本語が出てくるようになる日が来るので、その日が来るまで絶対に諦めずにちょっとずつ習慣化していって、続けていけばいいのではないかなと思います。もちろん完璧とかは存在しないので、その1日ぐらい2日ぐらいサボったって大丈夫です。その一生やめなければ大丈夫です。1週間やらない時があっても、じゃあまだ次の週から始めればいいだけです。そのぐらい軽い感じで考えて負担にならないように習慣化していけばいいのかなと思います。私もその運動を例えば1週間やらないとしても別に大したことじゃないです。例えば1週間旅行してたら運動しない時もあります。じゃあまた家に帰ってきてそのジムに行けるようになった時に行けばいいだけの話です。なのでそんなに1日サボったからダメだとか1週間サボったからダメだとかっていう風に考えずに、できる時にその時からもう一度スタートすればいいぐらいの軽い感じで考えればいいのかなと思います。今回は習慣についてお話ししました。皆さんは何か習慣化させたいこと、またその逆でその悪い習慣をやめたいことなどありますでしょうか？あればぜひコメントで教えてください。また皆さんの習慣化させているコツなどもありましたら、それもシェアしていただければと思います。今回はここまでになります。
最後まで聞いてくださり本当にありがとうございました。ではまた次のポッドキャストでお会いしましょう。それでは。